皆さんこんばんは、テレスドンです。ひまわりです。いやー、前ね、は昔ね、ムシャレストのプラモデル出るのを心待ちにしてますっていう話したことあるんだけどさ、なんとね、次回のワンフェスでそのムシャレストのね、瓦礫を作った人がいるんだよ。これです。わかんないね、これね。ロボット。うん。これでも、次回は多分夏のワンフェスだから、半券ってことだね。半券。うん。いやー、冬も出してくんないかな。ああ、なるほどね。うん。冬も出してくれても最初に行くわ。ということで、わかんないね。なんだっけ、トルフェスとかもありえんじゃないの？ああ、そうだね。ぜひよろしくお願いします。届け。ドロミさんっていう人です。やっぱ黒い部分だね。前ね、白いスーツ塗ってまして、思ったより灰色になっちゃったんだけど、まあ黒いところ塗ればバランス取れるかなと思って、ね、そのままやったって話したんだけど、そんなこと考えながら、この黒い部分を進めてるね、これは。黒は真っ黒にしてから明るくしていく感じにしてますね。白はね、ちょっと青っぽいっていうか紫っぽい感じの、レイヤリングをしたんだけども、黒はちょっと赤寄りな感じです。色の選択が。イメージとしては、カラスの羽みたいな感じかな。なんか言おうとしたね。赤っていうか、若干赤みがかってるんだね。色の選択が。で、黒も結構ね、慎重にやらないとね、一気にいっちゃうんだよね。汚い感じでね。結局、その、白黒の、いわゆる無彩色っていうやつは、慎重にやらないと難しいですねっていう話でね。その点、この鶴は全身白黒だから、なかなか大変だったね。って感じです。いや、黒の入ると一番やりたくないよね。やりたくない、私はね。一番むずいかな。一番むずいのかな、ね、白よりむずいのかな、実は。で、今回、タイトルにもある通り、今の襟首の、と腕の、これ今塗ってるのが腕の部分、腕の黒い部分と羽だよね。羽だか、腕から伸びてる羽の黒い部分の、もう要は黒のハイライトしか今回はないやつです。この今塗ってる腕はね、作例では白かったのね。そうなんだけどね、多分最初の動画で言ったんだけど、白い包帯みたいな感じ？そう、冷えみたいな。作例よりもちょっと黒部分増やそうっていうコンセプトでやってるんで。で、ほら、鶴ってさ、羽の先端が黒いって言えばいいのかな。それをイメージすると、右腕はなんか羽型アーマーみたいなのついてて、素直に羽ついてて、まあそこは先端は黒くしようと思ったんだけど、あと左腕の方は真っ白になっちゃうから、じゃあこの包帯のとこは黒くしようかなと思ったんだ。まあそんな感じだな。ちょっといまいちボケててあれだね。わかりづらい。ちょっとわかりづらいね。
万能出ました。これさ、赤寄りって言ってたけど、結局これを使うってことは紫寄りなのでは？おー。これ見てたら赤が出てくるの？赤とかピンク系みたいなの出てくるの？いや、出てこないよ。出てこないよ。それのどこが赤寄りなのかと。赤寄りっていうか、多分真っ黒にちびーっと赤足してったら多分こんな色になるはずなんだけど、足すの？足したらね。いや、足してないけど。いまいち噛み合わねえな、これ、会話が。赤寄りにしましたって言ってなかったさっき？うん。そうだよ。赤赤寄りのグレーでレイヤリングしてんだよ。赤寄りっていうだけで別に赤くなりますとは言ってないよ。この紫は赤寄りなの？うん、と思ってたんだけどな。違うか。全然違くない？あ、そうか。ネズミ色寄りでないの？いや、ネズミ色っていうのは、いわゆるグレースケールっていう全く色味が入ってないものを言うんだよ。これはそれではないんだわ。若干の、紫だよね。紫って難しいな。まあいいか。いや別にここほうきしたほうきっていうか、まあいいわ。あ、襟元の色塗り終わってないのに腕いったんだよね多分ね。そうなのかな。いや、襟は塗り終わった想定なの？違うと思うですね。ちょっと見てなかった。ちょっと確認しなかったな。この包帯がさ、塗るの楽しくてさ、ついついどんどん明るくしてしまいそうになったんだけどさ、ぐっと我慢して途中でやめてよ。黒じゃなくなっちゃうと思って。そうだね。うん。羽だ。だからね、同じ色使ってやってるだけだね、これ。そうだね。うん。羽が、まあ、それこそ、カラスの羽みたいな感じにしてみたかったんだけど、鶴ではなく、まあ、黒い羽じゃカラスだからね。一番身近にある、見たことがある黒い羽ったらカラスだからね。そうだね。この羽も同じくね、結構面白くてね、またうっかりどんどん明るくしてしまいそうになったから、ぐっとこらえたね。まあ今日は4月の下旬なんですが、やっと札幌にも春が来ましたね。一応ね、桜咲いたりしてんだけどね、寒いよね。そうだね、寒いね。なんか毎日雨降ってるし、風強いしね。やってらんねえな。羽もさ、塗るの難しいよね。むずいね。白い時も言ってるかな。多分以前何かしらの羽塗った時も多分言ってんじゃない？言ってるよね。なかなか難しくない羽。いや、
いろんなさパターンの羽があるじゃん。うん帽子についてるさ羽だったりさ、ほんと鳥の羽だったりさ、難しいよね。どう塗ろうって感じだよね。うん毛先の方が明るくなるわけじゃないしね、なんか単純にね。そうなんだよね。これも今回テレストンはこういう羽の塗り方してるけど、人によってはまあ全然違うんだろうね。まあそうね、そうなんだろうね。うん。一応世の中に出てる作例で、この羽をここを黒く塗ってる人はいない。ああそう。まあていうか作例が壊滅的にないんだけど、なんかつい最近ちょっと誰だったか忘れたけど、羽塗ってる人いたけど、めっちゃ細い線いっぱいやってすごい人いたな。誰だったかな。あ、それさ、あれエヴァンゲリオンじゃない？わからん。それ武蔵さんじゃないかな。多分。あ、多分そうだ。でしょ。うん。そうだ。だよね。多分うん、そうだわ。すごかったよね。おっと、これは。え？ここでやめてるはずだ。もうこれ以上明るくなったらやばいって。あえてね。うん。うわ大丈夫。一発ついたね今ね。ちょっとドボって。あれ必ずなんだっけ、皮膚とか爪にやってるわけではないんだね。あ、これね、手袋履いてるでしょ。うん。だからね、あ、これ多分手首にやってんじゃないかな。なのにドボっていったの。この時多分めんどくさがってやらなかったんじゃない。そういえば最近ボークスのメーカーセレクト賞の発表があって、テレスドさんがなんと入賞っていうの受賞しました。パチパチパチ。ありがとうございます。いやそれはメーカーの人で言う。そうだ。コメントね、メーカーのコメントをいただいたんだけどね、見事にね、自分が今後の課題だと思ってるところ全部見抜かれててね、メーカーの人すげえと思ったんだよ。あとちなみにリンボーデビジョンだっけ？リンボーディビジョンね。を受賞して、その動画はこれの1個前のやつ。前動画ありますので、気になる方は見てちょ。全然人気ないから。再生数ないの？ない。1個なんかね、20何回のやつがある。そのモデルに興味ある人があまりいないのかな。それこそこれも、メーカーセレクション賞はもちろんね、ワールドミンズじゃないからもらえないけど、ボックスに出すんでしょこれ。出すね。部門は分かんないけど、ぜひね、またその時期が来たら現物見てね、いただきたいね。そうこう言ってるうちになかなか良くなってきたんじゃない？指最高にいいね。どうも。今見るのはそこではないけど。いや、よりも目が。そのね、さっきのリンボディビジョンのね、見事にもう課題だと思ってるとこ指摘されたのと、
課題だと思ってることが指摘されたっていうことは一応自分でちゃんとどこ弱点か認識できてるのは良かったなと思って、今後何やっていけばいいか分かんないっていうのはやっぱ痛いから、私もいつかはメーカー賞をもらいたいな。そうだね。一応第一目標である札幌の最優秀賞は取ったことがあるから。なんと知ってるけどこの羽のハイライトっていうか模様っていうのは迷いなかった？そんなにないかな。なんで迷いが見える？私よくこう羽とかも塗っててさ、いやーこれでいいのかなーっつってなんか考えながら塗ることが多いから。なるほどね。そうだねな。100% 納得いってますかって言われたら言ってないかな。なんとなくそれっぽくはなったなと思ってるけど、多分もっとなんつうのかな、光り方のパターンが複雑なんじゃないかなと思うな、羽って。まあそうだね。一定で今のこういう、一定ではないよね。っていうのと、あと多分本当はもっといろんな色味入ってんだろうなって。それこそカラスの羽見てたら思うけど。そうだね。でもカラスって光ってるじゃん。なんかテカテカじゃない？決してこんなマットではないね。いや、マットではないっていうか、なんていうのかな。でも羽は羽でしょ？めっちゃツヤがある。なんかこの羽もさ、多分本当はツヤあるんだよ。それがこういう風に塗ったからこうなってしまっただけですよ。まあ正直これを見たときに白い羽の方がインパクトあるね。そうか。このグラデーションが羽っていうか、まあいっかそう自分ではこの白い羽よりも黒い羽の方がいいなと思ってんだけど、そうではない。いや別にいい悪いは言ってない。別にインパクト、あくまでも私のね。今度さ、この動画が上がるのはいつかわかんないんだけどさ、5月の初めにさ、元札幌ドームのなんだっけ、今大和ハウスなんちゃらドームになってるじゃん。モノビレッジっていう、主にハンドメイド雑貨を売るイベント。そこにさ、なんかガレージキットの原型師さんがさ売り出してくれたら最高だよね。関係もないやつね。わざわざ札幌まで旅費かけてうちらのためにさっきのムシャレッサの人ダメだ、版権だから版権のないくてもさ、めっちゃいい作品作る人も5万といるじゃん。何がそのうち来てくれればいいのにね。札幌に住んでる人ならね、まだあるかもねって。ただ客層が違いすぎるもんな。いないの原型師さん。いや違う、そのモノビレッジに買う人ね、来る人がオタクがいねえっていうこと。最初の頃さ、それこそさ、なんだっけ、誰かのやつ売ってたよね。なんかね、誰だか忘れたけど、確かに自分で色塗った瓦礫を販売してる人が一人いた。だけど厳しくなって、要は人のものをやったからダメになったんだよね。いや違う、もともとね、人が作っ
たものに色塗ったらダメみたいな規約はあったんだけど、多分その人それ無視して出してたんだよね。知らないのかなんかわかんないけど。その時期さ、最初の頃さ、その時期さ、あれいたじゃん。100均のさ、怪獣とかさ、恐竜とかさ、100均のものでジオラマ作ったやつをそのまま売ってる人とかさ、どう考えてもさ、リーバイスとかさ、なんかいろんなメーカーの名前のさ、キーホルダーじゃないや、なんか革製品かなんか出してる人いたじゃん。いたね、そういえば。いたわ。今もいないけどね。そうだ、見ないね。うん。ちなみにね、毎回出展されてる大好きなね、かわいいこけしを作ってる方がいてね、また買っちまいそうだな。いるかな。一人3個まで制限されてるからね。私豚さんね。かわいい豚さんのイラストやシールを販売されてる方がね。中にはいるんじゃない？この札幌近郊に住んでる人。うん。うん。大変だ。あと残り1分です。なんか最初多分あんま喋ることないなって言ってたけど、なんかダラダラ続いたの。関係ない話ばかりだけど。そうだな。ということで終わるか。はい。まとめてください。これ言っていいかどうかわかんないけどさ、ビッグチャイルドって何かあったのかね。ちょっとそれ気になるとこなんだよね。そうなんだよ。ということで終わります。何か情報を知ってる人はコメントにお願いします。いや、テレスドンでした。ひまわりでした。またねー。DM でもいいよ。